普段会社で働いているときに、上司の言い方が気に障る、同僚の行動にイライラする、部下の対応にモヤモヤするといったように、職場で苦手な人との関係に悩んだことはありませんか？この動画では自分の心を整理し、苦手な人とも柔軟に向き合える方法をご紹介します。この動画ではまず、心の仕組みの構造化についてお話しします。次に、自分の価値観の把握についてお話しし、最後になりたい自分を目指すことについてお話しします。なお、本動画の内容は個人的な意見を含んでいます。早速ですが、まずは心の仕組みの構造化についてお話しします。今回の動画では、自分と相手が会話などの交流をしている際の自分の心に注目してお話しさせていただきます。いきなりですが、心の仕組みは以下のように考えることができます。まず、事実、そして認知、そこから感情や身体感覚、最後に考えや意見、または行動や態度となります。このように、いきなり感情や考えについて考えるのではなく、そこに至る前までを詳しく分けています。この仕組みの特徴として、考えに至るまでの段階分けを行っていること、また特に事実を分離していることが挙げられます。まず考えに至るまでの段階分けを行う特徴について説明します。私たちは普段の生活では何かあると知らぬ間に怒っていたり、ドキドキしていたり、悔しがったりしています。このように何かが起こると知らぬ間に自動的に反応してしまいがちです。このこと自体は自然なことですが、事実や認知といったステップを組み入れ、ステップに分けることで、どの段階で何が起こったのかということを検証しやすくなります。次の特徴として、事実を分離していることについて説明します。私たちの感情や行動は、事実や状況そのものではなく、それらに対する私たちの捉え方、つまり認知の仕方によって大きく影響を受けます。何の判断も入っていない客観的な事象である事実を分離することで、冷静な判断や感情のコントロールに役立たせることができます。また、思い込みや偏った認知に気づきやすくなったり、修正しやすくなったりできます。例えば、この写真をご覧ください。どのようなことが思い浮かぶでしょうか？ある人は、雪が残っている、触りたいと思うかもしれませんし、ある人は、雪が残っている、転ばないように注意しないと思うかもしれません。また、ある人は、雨が降りそうだな、寒そうだなと思うかもしれません。もしくは、電車が好きな人なら、この電車はどんな電車だろう。最近会社に遅れそうになった人なら、早く踏切を渡らないと思うかもしれません。このように同じ事実でも私たちは知らず知らずのうちに過去の経験や価値観の影響を受けています。人間は誰しも見たいものを見たいようにしか見えなくなりがちということができます。ここで先ほどの構造に従って、例えば朝の会社で上司に挨拶をしたが返事がなかったというケースを考えてみましょう。ある人は、たまたま聞こえなかっただけだろうと捉え、特に何の感情も持たなかったとします。しかしある人は、もしかしたら嫌われているのかもと思い、不安でそわそわした気持ちになり、怯えてしまうといったことも考えられます。このように同じ事実でも認知の仕方で感情や態度が大きく変わるといったことが起こり得ます。認知の仕方は価値観や思考の癖に大きく関わるものとなります。次に自分の価値観の把握についてお話しします。心の仕組みについて認知の仕方は価値観とも大きく関わります。普段は意識していない自分の価値観を明確化することが大事です。
ここで心の仕組みの中身を少しずつ変換してみます。まず、認知の部分を価値観に変換します。次に、価値観より後の項目を一つにまとめます。すると、結局3つの箱にまとめることができました。事実の箱と価値観の箱と感情、行動、考え、意見の箱です。事実に価値観が組み合わさることで意見や感情、行動といったものが生み出されます。逆に言うと、意見や感情、行動と事実の両方が決まることで価値観を逆算して求めることが原理上可能となります。例で示してみましょう。例えば、部下にやる気が見られないと言っている上司の方に詳細を聞いてみると、仕事に関係する資格試験の情報を教えたのに、そっけない態度をされた。自分なら進んで勉強に励むのに、ということでした。このことを先ほどの心の仕組みに当てはめてみましょう。事実として、資格試験の情報を教えた。部下の反応として、そっけない態度を入れてみます。この時の部下の価値観はどのようなものが考えられるでしょうか。上司の場合は価値観としてアクションプランを立てて計画的に自己検査すべきというものがあったのかもしれません。その結果、試験勉強をやろうという行動につながったのかもしれませんが、部下の場合はどうでしょうか。もしかしたら、心から楽しいと思えることを優先するという価値観を持っているかもしれません。そうすると、試験よりも好きな先輩から学べる OJT を優先して取り組んでいこうと思っている可能性もあります。この例のように、知らぬ間に自分の価値観を相手に押し付けてしまっているということは実は少なくないのかもしれません。次の例として、上司がいつも厳しい口調で困っているという部下の話を聞いてみましょう。すると、もっと早く終わらせろなどと大きな声で命令口調で話すことが多いそうです。上司のそのような様子に部下は腹が立っており、行動としても上司を避けがちになっているとのことでした。この時も、まずは自分の価値観を振り返ってみましょう。この場合、例えば、厳しい口調は自分を否定している。指導は穏やかであるべきだ。自分は認められるべき存在だ。といったことが価値観の候補として上がります。ここで大切なことが、一歩引いて新しい視点を自分の中に取り入れてみることです。例えば、厳しい口調は自分を否定しているわけではなく、上司なりの指導方法かもしれない。厳しい指導も期待の裏返しかもしれない。というふうに捉えられるかどうかが大きな境目となります。このように新しい視点を取り込めると、自分の感情や行動も変わってきます。同じ事実でも捉え方によって認識が大きく異なります。ここでは例えば、上司の言葉には成長の期待が込められているとポジティブに捉えられるようになったり、冷静に受け止め指摘を具体的な改善点として受け入れるということができるようになる可能性があります。自分の価値観は知らず知らずのうちに当たり前となり疑いもしないものです。新しい視点を取り入れ、自分の考え方、対応を柔軟に変えることが大切となります。今までの説明では、今現在またはついこの前の事実や出来事から価値観を見つめてきました。ここではもう一つ、過去から価値観を見つめる方法についても説明します。と言いましても、今まで説明してきた方法とほぼ同じで、事実の部分を経験に変更するだけです。つまり、過去の経験があり、そこから価値観が生み出され、その価値観から感情が生まれ、最終的に考えや行動につながるといった構造となります。
このような枠組みを考えると、過去の経験をもとに自分の価値観を振り返りやすくなります。例えば、今まででやりがいを感じた仕事にはどのようなことがありますかといった質問に対して、新しい顧客から新製品の受注ができたといった意見の人がいたとします。この人の過去の経験として、学生時代に新しいことに挑戦したことを褒められたことがあったり、新しいことに挑戦する中で今まで知らなかったことを学んでいき、知的好奇心が満たされたりといったことがあったとします。このような人は、例えば過去の経験からチャレンジすることが大事であったり、新しい価値創造には大きな価値があるといったような価値観が育まれている可能性があります。一方、ある人は過去の経験として、幼い頃に人からありがとうと言われてすごく嬉しかった覚えがある。学生時代に文化祭の出し物をクラスのみんなと協力して成功させた、などといったことがあったとします。このような人は、例えば過去の経験から人から感謝を受けることは尊いことであったり、仲間との協力は価値あるものといったような価値観が育まれている可能性があります。このように、たとえ同じ経験をしていて表面上は両方嬉しいという感情であったとしても、感情の元となる価値観は人によって異なっている可能性があります。また、例えば仕事で腹が立ったことはといった質問に対して、突然の人事異動と答えた人がいるとします。詳しく聞いてみると、前々から力を入れていた案件があったが、その案件を途中までしか自分で担当することができなかった。あと少しで成果が出せたのに、とのことでした。このようなことから、今まで意識したことはなかったけれども、実は自分は思った以上に責任感があるのかもしれない。とか、成果にこだわる性格かもしれない。といったことに気づくかもしれません。このように、嬉しいこと以外に悔しい、悲しいことを振り返ることでも、自分が大切にしている価値観がわかることがあります。次の例として、部下を育てたいと思うが、なかなか任せられない上司について考えてみます。上司の方の過去の成功体験として、常に素早く周りの期待に応えてきたことで評価されてきたということがあったとします。このような経験が目に見える成果を素早く出すことが重要だ。また、そのようなことが仕事に対する責任を持つということだという価値観や、仕事はスピードが大事という考えにつながっているとします。このような考えや価値観自体は素晴らしいものですが、全く同じ感覚で部下育成をするとうまくいかなくなってしまう可能性もあります。新人を指導しても全然育たない、時間の無駄だというふうに過去の部下育成の経験を捉えてしまいがちだとすると、もしかするとそれは今までのプレイヤー時代に役に立ってきた価値観が逆に足を引っ張ってしまっている可能性があります。このように過去の成功体験による価値観や信念が立場や役職が変わると逆に足を引っ張ってしまう可能性があります。一般的にはこのような時には新しい視点を取り入れてみることも有効だと思います。例えば時間軸についての認識を改め、今日明日といった短期間のことを中心に考えるのではなく、1年後、3年後といった中長期的な視点で物事を考えてみることも一案です。また、場所軸についての認識を改め、自部門のみのことを考えるのではなく、他部門や他の工場も含めた会社全体のことも含めて考えてみると、今まで見えていなかったようなことが見えてくるかもしれません。例えば、自部門の社員も高齢化が進み、今後若手への引き継ぎも増えていくだろう。その時を見据えて、今の時点から若手にじっくりと任せてみようと考えたり、
隣の課でも同じような問題が起きるだろうから、今回は自分が動画を用いた作業手順マニュアルを自分の後輩のために作っているが、動画マニュアルの作り方自体をマニュアル化して会社全体で参考にしてもらいやすくしようといったようなことが考えられます。次の例として、どうしても部下に厳しく当たってしまう上司について考えてみます。例えば、この上司の方は、幼少期に父親に厳格に育てられたといった経験があったとします。このような経験から、目上の人は敬うべき。厳しく対応されることで自分も成長できた。人間は厳しさの中で真に成長できるものだ。という価値観を持っているとします。このような価値観自体は否定されるべきものではなく敬うべきものですが、部下が自分と同じような家庭環境で育っているとは限りません。部下との間で思い違いが発生し、誤解が解けないままギクシャクした関係性になってしまうといった可能性もあります。このように幼い時の親との記憶が大人になっても知らず知らずのうちに大きく影響している可能性もあります。また、どのような価値観も価値観自体は否定されるべきものではないということには注意が必要です。どんな場面でも自分が意識しないうちに一つの価値観で対応してしまっていると、何か壁に突き当たった際に行き詰まってしまうので、まずは自分が実はどんな価値観を持っているのかということを把握しておくことが大事だということです。場合によっては時代背景を踏まえた上で適切な対応を新たに学んでいくということが必要な時も出てくると思います。次の例として、自分からなかなか動けない、いつも人の目が気になるといった人について考えてみます。例えばこの人は幼少期の体験として、いつも母親の言いつけ通りに行動してきたというものがあったとします。このような経験から、言われた通りにしておくと間違いがないという価値観が根深く残っているといった可能性もあります。このように子供の頃にうまくいった方法を大人になっても繰り返している可能性もあるということは誰しもあり得るものだと思います。しかしそのことが逆に大人になったり立場が上がったりすると障壁になる可能性が出てきます。価値観が悪い意味での固定観念となってしまっている可能性に注意が必要です。価値観まではいかなくても、様々な思考の癖、行動の癖というものはあり得るものです。ここでは、例えばどのような癖が考えられるのか見てみましょう。まずは白か黒かです。この癖では0か100かなど、何でも両極端のことを言ったり考えたりする癖です。次に角の一般化です。数回なのに毎回、一部なのにみんな、全部と考えるような癖です。次にネガティブ思考です。何でも悪い方に考える癖となります。次にべき思考です。どんなことでも何々するべきと自分や他人に過度に厳しくなる癖です。次に正解探しです。客観性を重視するあまり自分の意見が言えない癖です。次に結論ありきです。最初にあまり考えずに思いつきの結論ありきで行動する癖です。次に完璧主義です。大きな方向性で十分な時も過度に細部にこだわる癖です。最後に断言を避けるです。客観的な分析結果を淡々と話すだけで最終的にどうするのか踏み込んで話すことができない癖です。何かに行き詰まっているような時に今挙げたような癖が出ているといったことはないでしょうか。調子の悪い時にどんな癖が出やすいのか自覚することはとても大事なことと思います。最後になりたい自分を目指すことについてお話しします。なりたい自分を考える前にまずは現状について確認してみましょ
例えば、先日大事なレポートの提出が遅れたということがあったとします。このことを振り返ってみましょう。思い返してみると、レポートを作成するときに不安な部分が出てきたが、周囲に相談をせずに、こんな感じでいいだろうという自己判断で進めた。しかし後日、間違い箇所が見つかり、大きな修正が発生してしまった。修正が間に合わず、提出1週間前の事前確認を省略した。このことにより、提出前日に新たな作業が発生した。というような流れがあったとします。このようなことから、どのような自分の癖や価値観が垣間見られるでしょうか。例えば、不都合な情報を人に共有せず、一人で抱え込みがちである可能性があります。また、前回は大丈夫だったのでいけると思ったのかもしれません。このようなことから、もしかしたら、人に弱みを見せてはいけない、質よりスピードといった価値観を持っているのかもしれません。このように、普段の出来事を振り返って、まずは自分がどんな価値観や思考の癖を持っていそうか考えてみましょう。繰り返しとなりますが、ある価値観自体が一概に悪いとか間違っているということはありません。何か行き詰まりを感じた際に、今までとは異なる考え方を持ってみることが大事。そのためには、今まで認識していなかった自分の価値観を言語化してみるということが大事ということです。現在の自分をある程度振り返ってみたら、どうなりたいかを考えてみます。例えば、部下を育てたいと思うが、なかなか任せられない上司であれば、中長期の目線を持ち、会社全体に視野を広げてみることで、今までよりも部下と建設的な関係を築けるようになるかもしれません。また、もっと自分に自信を持ちたいと思っている人は、例えば会議で1回以上発言するといったような具体的な目標を持ってみるのもいいでしょう。また、もっと人に優しくなりたいと思う方であれば、毎日誰かにありがとうということを心がけてもいいかもしれません。気遅れせずに、まずは行動してみることで、心境の変化が起こる可能性もあります。これまでのやり方が通用しない、行き詰まりを感じたときに、自分の癖や価値観を意識してみると良いでしょう。どんな癖も一概に悪いわけではありません。異なる見方を取り入れ、馴染ませていき、心の柔軟性を高めていくことが重要となります。この動画のまとめです。苦手な人との付き合いは、自分の心の構造を理解し、柔軟な考え方を持つことで改善が可能となり得ます。この動画では、今現在から自分の価値観を見つめる方法と、過去の経験から価値観を見つめる方法を紹介しました。普段は意識しない自分の価値観、思考、行動の癖を明確にすることで、自分の感情や考えをコントロールしやすくなります。よく言われることですが、相手を変えることはできないが、自分は自分で変えることができます。心の整理整頓を通じ、苦手な人への対応力も向上させることが可能となるのです。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も製造業に関する役立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。